皆さんこんにちは。株式会社マイヤムの野木舞です。本日はソムリエの田辺浩一さんにお越しいただいております。はい、お願いします。田辺浩一と申します。お願いします。はい、お願いします。田辺さんは本当にすごい方で田辺さんはマイヤムでもう10年ぐらい立ち上げ当初からお世話になってるソムリエさんなんですけど、他にもいろいろとご活躍されていて、この度リッツ・カールトン東京のワインディレクターにも就任されたんですよ。ヒノキ坂って和食があるんですけど、ヒノキ坂すごくて、その鉄板焼きとかお寿司屋さんとか中の和食の中に懐石とか和の料理の媒体がこういくつも存在するっていうお店なんですね。でただその中は世界観としては日本という非現実的というかこうすごい場所があるんですけども、私ワインディレクターに就任まだしたばかりというふうには思いますが、ワインディレクターっていうんですけど、ワイン&なんて言ったらいいのかなってちょっとタイトルがいまいち決まってないような感じなんですけど、ワインと同じぐらい日本酒にも力を入れてる部分も今この数年ありますので、だからこの日本酒が誕生したというのもあるんですけど、中でワインを期待されて入ったんですけど、結構日本酒の話もどんどんしていく中で、実はこういうお酒をねプロデュースしてますっていうふうになった時にご興味を持っていただきまして、でスタッフの皆さんも本当に好意的というかですね、私が外部という感じよりはもともとリッツで働かれてたっていう強いのが、オープニングメンバーだったんで、逆に言うと東京のこのリッツ・カールトンで、自分より先に入った人はほぼいないという感じの中で、リターンしてきたっていうのかな、こう戻ってきた形なので、2007年から働いてた気持ちですごいですよね、そのご縁もまた。その時はねまだ20代から始めて、今40代になってきて、一気に飛び級しちゃった感じっていうか、戻ってきたら急にちょっと偉くなってた、違う立場で戻ってきたみたいなちょっと不思議な感覚に今なってるんですけど、でとはいえおすすめしていくワインとか日本酒とかのセレクションは当時よりもちろん力は上がってると思いますので、自分のだからこれを使ってくださいとかじゃなくて、ジャンルを見た時にいろんな日本酒も今ラインナップされてるんですけども、そこに入って全然違和感がないというか、一つのこうピースとしてこれが入ると実際誰にとってもいいのかなっていうふうに思ったのでおすすめした結果、採用していく方向に今、あるということですね。なのでもうお飲みになれるかもう間もなくかみたいな感じのところです。はい。株式会社マイヤムではマイヤムワインというグラス一杯の幸せっていうギフトアイテムを皆様にご紹介しているんですけれども、日本酒の販売も実は運営をしておりまして、マイヤム側ではこちらの日本酒の運営と、あとは、デザインの部分だったりとか、こう見せ方みたいなところの演出、そして田辺さんにはこちらの日本酒のプロデュースをお願いしております。2年前ですかね。そうですね、2024年の年からスタートしたんで、今ちょうど2年ですかね。そうですね、はい、2年前にこの日本酒を一緒にいろいろなご縁で作れることになりまして、今年エチケットもまたデザインも変えたりとかして、これからどんどん広めていきたいなと思っているところであります。この日本酒を、なんで作っているかっていうところなんですけれども、最近日本酒っていうものが酒っていう形で海外でも楽しまれているっていうことで、私もやっぱり海外で過ごす時間が多いんですけれども、ワイングラスでやっぱり皆さん日本酒を楽しまれるっていうのをよく目にしていて、でやっぱり海外の方が好まれるテイストっていうのは、日本人が好むテイストとまた違うのかなっていうのだったりとか、日本酒の飲まれ方っていうものが、私自身もワインが好きでワインを飲んでたんですけど、途中でとある日本酒に出会ったことで日本酒のイメージがガラリと変わったんですね。とある日本酒って何なんですか？とある日本酒はアラマサのナンバー6。そうだったんですね。アラマサのナンバー6初めて飲んだ時にすごい感動して、その時お店でワイングラスで出されたんですよ。ですごい美味しかったので、ワインみたいな感じで飲めて、お料理にもこう全然合うというか、すごい美味しくって、その時1本開けちゃったんですね。そういう日本酒が一気に近くなったので、
あえておちょこでとかっていうグイみたいなイメージがあったんですけど、もうちょっとゆっくり立ちなんで飲むような感じの日本酒に出会えたから、いいなと思って、でその経験を、自分もあったんですけど、海外に行った時とか、海外の方と食事をする時に皆さんそうやって飲むなっていうのも思ったので、今はそういうスタイルになっていってるのか、なっていってるからこそ広がっているのか、田辺さんはどう思われます？そういう風になってると思いますよ。やっぱり全部では当然ないんですけど、ワインの影響は大きいとは思ってますね。その世代が変わって日本酒の作りの世代交代っていうゴールデンエイジとかね、言い方が団中とかで言われてたりとかするんですけど、そういう新世代の若手の作り手っていうんですかね、そういう方たちが日本酒作り始めて、でそういう方たちが結構例えばブルゴーニュに訪問したりとか、ワインに何かしらちょっと影響を受けてる部分は僕から見てもあるのかなと思うんですよ。で逆にそれが海外の方から見ても、日本酒ってこういう風に飲めるんだなとか、そういう動きにもつながってて、お互いが影響を受けてるって感じですかね。ワインの影響を日本酒のこの作り手とかも受けて、で飲み手も影響を受けて、その影響でそっちでこの日本人がその日本酒をこうやって飲んでると、海外の方から見てもなんかワインとちょっと似てるのかなとかね、なんかそういうやっぱテロワールがあったりとかね、なんかそういう影響でいい循環になってるのかなとは思ってるんですけどね。今回の日本酒も田辺さんがソムリエっていうこともあって、ワインスタイルっていうところにこだわったと思うんですけど、その点は田辺さんから見て日本酒ってどういうものとして捉えてるんですか？壮大なイメージなんかある話になってきたけど日本酒とはどういうイメージかってことですかね。多分ワイン視点でワインのスタイルでっていう考えで、いや僕はやっぱり勉強していく中で、全然違うものだなっていうのがあって、最初はなんか似てるのかなってところで入って、むしろ頭の中ではちょっと似てる部分を探してた時があったんですね。である日本の有名な醸造家の方と、その方ってもうすごい評価を得てる日本の醸造家なんですけど、神戸の酒蔵に僕の知り合いの一緒に訪問したことがあったんですけども、この話って全然どこでもしてないんですけど、どこにも。その時にその方が見学した後にワインと日本酒は全然違うんですねっておっしゃったんですよ。であれと思ってちょっと似てる方に僕は頭の中言ってた中で、自分が多分似てるところを探してたんだと思うんですけど、ワインだけ完全に作ってた方が日本酒の作りを見た時に全然違うんだなっておっしゃったってことは、違うんだなってそこで思ったんですよ。でその時に僕も、例えばですけど今ワインスクールとかで、日本酒も教えているんですけども、やっぱり違うっていうか、もう別々のもの、日本酒とワインっていうのはそもそも違うんだ、背景とかもだいぶ違うんですよ実は。でそれで掘り下げてちゃんと勉強した時にやっぱり違うなと思ったんですね。でも違うんだけども、なんか根っこのその重要なポイントはやっぱ同じだと思ったんですよ。米をどれだけ生かすかっていうのを考えてる方がいらっしゃって、ワインも作ってて日本酒も作ってるっていう方もいらっしゃるんですけども、米はブドウと同じ、存在みたいな感じでおっしゃってて、一回僕は違うものだと思ったんですけど、やっぱり似てるところがあってっていう、なんかこの繰り返しの中で、結局広く見れば醸造酒だし、広く見れば食事を楽しむ時の飲み物だし、広く見れば人をつなげてくれるっていう、だからすごい広いゾーンで見た時にやっぱり同じなんだなっていう風な感じはしてます。でそうすると日本酒作るっていうんですかね、実際作るのはこの蔵の方なんですけど、自分もプロデュースしてみたいなみたいなところは芽生えてきてたのは確かだと思いますね。今回私がこれを作る過程を最初から一緒にご一緒した中で本当にすごいなと思ったのがアッサンブラージュのところ。やっぱりこの日本酒なんですけど、このアッサンブラージュっていうワインを作る過程でブドウを混ぜて一つのワインを作るっていうのがアッサンブラージュっていうんですけど、それを同じことを田辺さんはこの日本酒でも行われていたんですね。でそれがやっぱり絶妙なアッサンブラージュって、このお米を何%、このお米を何%みたいな感じで組み合わせることによって味が完成するんですけど、最後にそれをどれだけ入れるかで味が変わるので、
そのセレクトだったり配合が、本当に素晴らしいなと思ってて、すごいですよね。いや結構それはでもやってみたのは初めてなんですけど、ただなんかね、分量を混ぜるっていうのは自分の中で実は経験があって、それは何かっていうとカクテルとかを作ってたんですよ、最初。大学生のアルバイトの時に。でその調合することってすごい興味があったんですね。配分を変えると同じカクテル自分同じ人が作ってもなんか違うんですよね。でその毎回違う中で味を決めるっていうのかな、なんかこのちょっとの差がこんだけ差があるんだなって思った時に、通常のレシピはこうなんだけど自分はこういう風にちょっと調整して出した方が美味しいんじゃないかってちょっと変えたりとかして、でそれをなんか混ぜるっていうのかな、クリエイトしていくそのプロセスっていうのはなんかちょっとソムリエとは違うなと思ったんですよね。バーテンダーっていうのはなんかクリエイターな感じのところがやって、でその血もあったというか、もともとあったんで、でそれプラス、ソムリエの経験と合わせた時に出来上がった酒っていう感じなのかな、持っていったっていう。ワイングラスで飲んで初めてその時の香りとか味わいがワインみたいに感じるなってやっぱ思うんですよね、個人的には。日本酒なんですけど、本当にワインスタイルの日本酒みたいな感じで楽しめるので、香りがとにかく華やかで、飲んでもその日本酒のようなアルコール感、きつい感じは特にない。そこはこだわったというか、悪いとかいいとかじゃないかもしれないですけど、ちょっとアルコール感強いなみたいなのも、かつて昔ですけど、飲んだこともあって、なんか飲みきれないというか、でそうするとまずいと。であと香りの話もあったんですけど、ただ香りがすごい華やかであれば作りやすいんですね。おそらくいろいろ手段があるんですけど、香りはもちろん強ければいいとは思ってないですし、華やかだからいいとも思ってなくて、なんていうんですか、ワインでいうとこういいワインってそのレイヤーがあるっていうふうに表現するんですけど、香りの中にこう緻密な層があって、それがこう取った時に香りが決して強い香りじゃなくてもなんか存在感がある香りみたいなのがあるんですよね。だからいわゆる素材がいいと、ブドウの素材とかその土地の影響を受けたそのブドウのエネルギーがものすごく詰まった場合っていうのはグラデーションができるっていうか、香りにすごくできるんですよ。なんかそういうのを目指したいなっていう感じ。なんかその華やかな香りがいい香りとか言うんじゃなくて、ちょっと自分も探していかなきゃいけないと。向こうもなんか香りが訴えてくるんだけど、自分もなんかこう引きつけられて探していったことによって香りがすごくこうはっきり感じるっていうんですかね。でその時にこういろんなコメントが出るような香りっていうんですかね、それを目指したっていう感じですかね。なのであくまでやっぱ米と水ですかね、それが生かされた酒っていうのが、目標だったっていう、有賀さんの力が大きいんですけども、それも。じゃあ日本酒ってアサンブラージュしてないのかってなるときに、それは謎なんですよね。だから本当にしてる人もいるのかもしれない。例えばワインとかって実はブレンドって当たり前なんですね、実は。それはシャンパーニュのアサンブラージュと違っていて、同一の品種で作って同一のエリアで作ってんだけども、ちょっと違うとこの畑とか、なんかそういうのを混ぜてるとかも、ありますし、多少他のエリアのブドウのワインをちょっと入れるみたいなことは、ある種その調整として必要とされていると。でも日本酒っておそらくですけど、こうタンクで一回作っていって、出来上がったものをこう絞り、で絞った出てきたお酒を瓶に詰めるっていうのが通常プロセスだと思うんですね。で日本酒ってワインとちょっと違うなって僕は思っているところは、授業とかでも言ってるんですけど、ブドウがありきのワインでまずこのエリアのブドウをどう生かすかっていうのを醸造家が考えていって、最良のブドウをどういう形に持っていくかっていうのをこうプロセスとして考えていくというのが、イメージとしては僕はワインのイメージなんですね。で日本酒って水とか米とか酵母とかの選択の中で精米具合をどうするかとかね、あと火入れを1回するか2回するかとか、あとなんかそういうのって全部設計図の中で、僕はこういう酒を先にイメージしておいて、この味をまず作れる人っていうんですかね、最初のイメージとして味を作れる。で醸造プロセスを頭に入ってて、そこに設計として持っていける人っていうのが作りでは僕はすごい重要だと。理想の酒の味を先に決めるっていう。でワインってちょっと僕違うと思ってる部分もあるんですよ。なのでちょっとこのあたりね、5時間ぐらいかかっちゃうかもしれないですけど、説明をするとね、いや今なんか分かりました。難しくなっちゃってますからね。初心者の方に説明するっていう意味ではちょっと違うのかもしれないです。ワイン
はその年のブドウそうですの味を生かしたいし、ブドウをどれだけいいブドウを取れるかで命がかかってるんですよ。しかもその年を表しているものでもそうなんですある。よ。土地の表現なんですけど。だけど日本酒はその味を目指すっていうのは確かにそうですそうね。テロワールはもちろんあるんですよ。うんでそこも歌っていきたいんですけども、うんうんただ確かにワインみたいに例えばですよ、ブルゴーニュがこれがブルゴーニュだとかボルドーだって当てれますかっていう話になると、当てられないですよね。日本酒ではうん多分ちょっと難しい。同じ国でブルゴーニュボルドー全然違う。それなぜかというとブドウが全然違う。うんだけど例えばですけどこれ福島県の米だけしか使ってないんですね。でそれを他の県の酒と比べて明確な違いが示せるかっていうふうになった時に言語として多分ね難しいと思いますよ。多くの人が難しいと思いますね。ボルドーとブルゴーニュは容易に当てることができると思います。勉強すればちょっとでいいです。日本酒は多分難しい。ということはその設計図が違うというか、プロセスが違うんですね全然。なので、この酒っていうのを作りたいっていうのをまずこう掲げなきゃいけないんですね。でそれの逆算した時に木本にするのか測定するのか 60% 磨くのか 50% 磨くのか、酵母はこれを使うのかこれを使うのか、境界軟膏を使うのかとか、もしくはその酵母をブレンドするのかで酒米はどれを選択するのか。ただ水は決まっていると。ここにある水は硬度これぐらいでこれっていうのは決まっている。だけど米っていうのは選べる状態とかっていうそのプロセスがなんか逆な部分が存在していて、なのでその中で、日本酒の伝統的な作り方があったんですけど、僕はちょっとまだこれは科学的証明ができてないんで、しかもまだ2年目じゃないですか。なのである種ちょっと実は実験的でもあるということです。この酒っていうのは。なぜかというと10年経ってないから。ワイン業界にそのスクリューキャップが入ってきたのと一緒で、スクリューキャップが果たして熟成できるのかっていう実験がされ続けているわけですよね。だから50年持つのみたいな。でもスクリューキャップ。でも広がったのって2000年ぐらいからだから、まだ実績がないじゃないですか。だから日本酒もね、まだそこに足がかかり始めたぐらいだと僕は思ってます。ある、岩っていう日本酒があるんですけど、岩とかも、まだアサンブラージュ6が出たんですね。だから6年目に入ってるんですけど、僕はそこの岩と一緒になんていうんですかね、ちょっと追っかけて熟成のポテンシャルのチャレンジをしているということです。なので、アサンブラージュしているのと日本酒の違いっていうのは、なんていうんでしょうかね、こう、ブラインドでは当てれないとは思いますが、哲学だと思うんですよ。その、ナチュラルワイン、アリュー酸を添加するかしてないかの違いを選ぶのか、オーガニックなのかそうじゃないのか、ビオディナミ農法なのかそうじゃないのか。これだって味じゃ多分分かんないですよ。飲んだ時にビオディナミですって当てれる人って少ない。非常に少ないと思いますが、日本酒もその段階にも僕はあると思っていて、だからこそ深いんですね。これ一つのテーマで講演ができちゃうぐらい、深いんですけども、僕はそれにチャレンジをしているっていう段階。で、あと信じている、自分が作りとして信じているのは、あるお酒をいくつかをブレンドすると、おそらくその力を合わせて強くなるんじゃないかっていう感覚があるんですよ。主質が強くなるんじゃないかっていうところに、今ちょっとかけてるっていうんですかね。でそれがまたある酒蔵さんにお願いして作る中での一つの礼儀だったりもするのかなって思ってるんですよ。作ってもらった後に自分がブレンドをする、調合するっていう最終作業をすることによってその味に責任を持つってこと。でそしてその酒が混ざっているってことによって掛け算が起きていて、長期熟成に対して強いポテンシャルがあるんじゃないかっていうところになんかチャレンジをしている。その根拠も自分の中でうっすらあるけど、結果は何年か経たないと出てこないっていう感じですね。なんで2024年の酒が今美味しくなってるんですよ。1年間経ってね。でこれはやはり何かの調合が作用して美味しくなったって皆さんが言ってくださっているんですよね。今イベントでも出したりします。毎年イベントやっていこうと思ってるんで。で垂直ヴィンテージでね、去年のと比べてもらった時にいい意味で24年の方が美味しくなってるねっていうふうに言ってくれるってことは、この今の僕のチャレンジは少し一歩成功に一歩だけっていうんですかね、進んだかなっていう、そんな感じですね。日本酒のイメージを変えるっていう意味でもラグジュアリー酒みたいな新ジャンルだと思うんですね。憧れ的存在みたいなのを作るのは、非常に必要不可欠だったもので、ちょっとそれを狙ってる部分も少しまさにそうですよね。あります。ちょっと変わってますよね、もともとの日本酒のイメージの。で多分ですけど10年前今想像できなかったことが起きてる